エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はスマホや iPad を使って絵の描き方を勉強する方法を紹介します。絵が上手くなりたくて絵の描き方をネットや本で探そうとすると難しそうな専門用語がたくさん出てきて、なかなか自分のレベルに合った練習方法を見つけるのが大変だと思いますが、今回はそんな絵の悩みを解決してくれそうなお絵描き講座のパルミーをレビューします。パルミーはプロのイラストレーターさん、漫画家さん、アニメーターさんが動画で絵の描き方を教えてくれるオンラインのお絵描き教室で、パソコンだけでなくスマホや iPad でも利用できるので、絵が上手くなりたいけど練習方法がわからない人や絵を基礎から勉強し直したい人はよかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。今回はパルミーさんから不満なところもしっかり動画にしてくださいと言われているので、いいところ、気になるところをしっかりレビューしたいと思います。パルミーに初めてログインすると、一番上におすすめの講座が表示されて、線画、色塗り、背景など人気の講座が選べるようになっています。ボタンに初級者向け、中級者向けのような難易度が書かれているので、自分のレベルに合った講座が見つけやすそうです。下の方に行くとキャラクター、背景、漫画のようなカテゴリーでも選べるようになっています。気になる講座が多くて何から始めればいいか迷ってしまう場合には、簡単なアンケートに答えると自分のレベルに合った講座を表示してくれたり、右下の受講相談から講座選びのアドバイスがもらえるようになっています。お絵描き初心者の人は何から練習したらいいかわからない人も多いと思うので、最初に自分に合いそうな講座を教えてもらえるのはすごくいいと思います。逆に色塗りの勉強がしたいなどやりたいことが決まっている人は、右上の検索ボックスにキーワードを入力すると関連する講座を表示してくれます。いろいろと気になる講座を見つけたのですが、試しに入門者向けのイラスト初めてコースを体験してみます。基本的な流れは動画で先生の講座を見て実際に練習しての繰り返しになるのですが、動画が細かくチャプター分けされているので、知っていることを飛ばしたり隙間時間に無理なく進められるようになっています。このコースは入門者向けなので、線を描くところから丁寧に教えてくれます。お絵描きソフトの詳しい設定方法やペンの選び方まで丁寧に教えてくれるので、その分動画が長くなっているのですが、下のボタンから倍速再生や10秒スキップができるので、長めの動画でも割とサクサク見られました。ノート機能がついていて大事なことをメモできたり、10秒戻るボタンで理解できるまで見直せるのも便利です。チャプターごとに受講完了ボタンがあるので、どこまで進めたのか一目で分かって達成感があります。右上の学習状況に今まで受講した講座の履歴や勉強時間も自動で記録されるので、後から自分の頑張りを見返せていいと思います。特にいいなと思ったのが、講座の内容で少しでもわからないことがあったら、右上のボタンから気軽に質問できるところです。質問と一緒に画像が添付できるので、文章だと説明しにくいことも気軽に質問できそうです。本やネットだとわからないことがあっても、周りに質問できる人がいないとよく理解できないまま進むしかないのですが、パルミーはわからないことがあってもスタッフさんが丁寧に教えてくれるところがちゃんと絵の学校っぽくていいなと思います。あと講座とは直接関係ないのですが、サイトのデザインが綺麗で見やすいのもいいと思います。スマホやタブレットにも対応していて、スマホの小さな画面でも操作しやすいです。パルミーはパソコンを持っていなくても紙と鉛筆で練習できる講座がたくさんあるので、ちょっとした隙間時間にスマホや iPad で絵の勉強ができていいと思います。試しにスマホでジェスチャードローイングの講座をやってみます。ジェスチャードローイングは1から2分の短い時間でいろんなポーズを描く練習法です。少ない線で全身をざっくり描けばいいので、時間のかかるデッサンや模写よりも気軽に描けていいなと思います。まだ始めて間もないので効果は実感できていませんが、描き続けていると資料を見なくても全身が描けるようになるらしいです。
このような地味な練習は毎日続けるのが大変なのですが、先生が雑談しながら一緒に描いてくれるので楽しく続けられると思います。練習で描いた絵は練習ログというところに投稿できて、後から見返せるので成長を感じられると思います。顔の描き方や服の描き方のような定番の講座もたくさんあって、デジタルだけでなくアナログで絵を描く人にも参考になりそうな講座がたくさんありました。例えば鉛筆で線が綺麗に描けなくて悩んでいる人には線画の描き方練習講座が鉛筆の持ち方や手の動かし方まで丁寧に解説されていておすすめです。他にもコピックや透明水彩などのアナログ画材の使い方や iPad のお絵描きアプリの使い方講座などもあるので、パソコンを持っていない人でもスマホや iPad で講座を見て練習できるようになっています。特に画面の大きな iPad だと細かいところも見やすくてすごく快適でした。 iPad のスプリットビューを使うとパルミーを見ながらお絵描きアプリで練習できたり、授業資料をお絵描きアプリにドラッグするだけで読み込めるので、お手本のなぞり書きも簡単にできて練習がはかどりそうです。パルミーの講座は作業工程が早回しで省略されていないものが多いので、先生の手の動かし方などをじっくり観察できて参考になると思います。パソコンのお絵描きアプリの講座も本だとページ数の関係で省かれそうな細かい操作手順が映像で分かりやすく見られるのが良かったです。ちょっと説明が丁寧すぎて動画が長く感じることもありますが、10秒スキップで飛ばし見したり倍速再生すればあまり気にならないと思います。講座の内容も先生が一人で淡々と喋るような感じではなく、進行役の人と対話形式で進むのが個人的に良かったです。進行役の人が先生の考えをうまく引き出してくれるので、無音の時間が少なく最後まで飽きずに見られると思います。それから一部の講座で絵の練習に使える教材がダウンロードできるのも良かったです。例えば人体パース作画の講座の場合はこのようなガイド線が入った教材をダウンロードできるので、絵の練習をするときに浮かんや煽りの絵が描きやすいと思います。こういう教材を自分で探したり用意するのは地味に面倒なので、ちゃんと教材が用意されていて絵の練習だけに集中できるのはいいと思います。教材と一緒に講座の大事なポイントをまとめた資料が入っていることもあるので、動画を見る時間がない人は資料を見るだけでも勉強になると思います。このメイド服の講座は先生の絵が可愛くて受講してみたのですが、服の描き方だけでなくメイド服の種類や歴史などをまとめた可愛いイラスト付きの資料がついていて勉強になりました。講座の方も先生がメイド服を描きながら細かく説明してくれるのでとてもわかりやすかったです。講座を選ぶときはこんな風に絵の好みで選んでもいいと思いますが、サムネイルで興味を惹かれない講座でも実際に見てみるとめちゃくちゃ勉強になる紙講座が結構あったので、とりあえずいろいろな講座を見てみるのをおすすめします。あとパルミーは絵の描き方だけでなく著作権やメールの書き方のようなビジネスマナーの講座もあるので、将来プロを目指している人にも参考になると思います。パルミーの気になるところですが、講座の内容が初心者から中級者向けのものが多めなので、すでに絵の仕事をされている上級者の人には少し物足りないかもしれません。上級者向けの講座は今のところ全体の1割くらいなのですが、パルミーは月に3から4個の講座が新しく追加されていて、最近追加された講座のうち2つが上級者向けなので、これから上級者向けの講座もどんどん増えていくと思います。初心者から中級者の人には参考になりそうな講座が多くてすごく良さそうなのですが、先生の絵や教え方が合わない場合もあると思うので、まずは無料体験で自分に合いそうな講座がどのくらいあるのかをチェックして、ちゃんと元が取れそうか確認するのをおすすめします。気になるところ2つ目は月謝制でお金がかかってしまうので、習い事に親の許可が必要な学生さんは始めるハードルが少し高そうなところです。ただ学生さんの場合は学割で月謝が 50% オフになるので、通常1ヶ月プランが 12,000 円で6ヶ月プランが1ヶ月あたり 9,800 円のところ、学割で6ヶ月プランだと1ヶ月あたり 4,900 円まで安くなるので、学生さんの習い事としては平均的か少し安いくらいの価格だと思います。
普通の習い事だと週に1から2回しか通えませんが、パルミーはオンラインでいつでも好きなだけ勉強できるので、時間に余裕のある学生さんは結構お得だと思います。ただパルミーは勉強をサボっても卒業できないとかペナルティはないので、一人で自主的に勉強できない人には向かないかもしれません。美大や専門学校の場合は同じ目標を持った人が身近にたくさんいて、自分も頑張らなきゃというプレッシャーで努力できる部分があるのですが、オンラインだとそういう刺激が少なくなってしまうので、一人でもコツコツ練習できる人に向いていると思います。ただ美大や専門学校は学費が数百万円くらいかかるので、パルミーはそれと比べればかなり安いですし、他にもワコム社製のペンタブが安く買えたり、6ヶ月プラン限定になりますが、2ヶ月に1回プロに絵の添削をお願いできる特典がついていて、プロの添削は普通にお願いするとだいたい3から5000円くらいかかるので、かなりお得だと思います。ちなみに学生じゃない人も学割が使えない代わりにペンタブクリップスタジオギフト券の中から好きなものをもらえるようです。とはいえ学生さんにとっては安くない値段だと思うので、まずは無料体験でどんな講座があるのかしっかりと確認するのをおすすめします。無料体験の7日間だけでもいろんな講座が体験できると思うので、気になる人はこの動画の説明欄からチェックしてみてください。無料体験の始め方ですが、トップページの無料でお試しボタンから会員登録して、無料お試し後に始めるプランの選択や支払い情報を登録、その後届いたメールに書いてある認証用 URL をクリックすると始められます。もちろん無料お試し中に解約すれば費用は発生しません。無料体験が終わると自動で課金が始まってしまうので、試してみて合わないなと思った人は無料体験が終わる前に解約するのを忘れないようにしてください。解約はトップページ右上のアイコンをクリックしてプラン確認設定ボタンから解約できます。あとパルミーの月謝制プランは自動更新なので、6ヶ月プランの場合は6ヶ月後に次の6ヶ月間の契約が自動で更新されます。なので6ヶ月後も続けるかどうかわからない人は、無料体験が終わって月謝制プランが始まった後にプラン確認設定で自動更新をオフにしておくといいと思います。あと学割を受けたい人は7日間の無料体験が終わるまでにお試し開始時に届くメールに書いてあるリンクから学籍情報などの登録が必要になるので、忘れないように注意してください。というわけでいろいろと見てきましたが、パルミーはプロの先生が動画で絵の描き方を丁寧に教えてくれるので、絵が上手くなりたいけど練習方法がわからない人や絵を基礎から勉強し直したい人にはとても良さそうだなと思いました。パソコンだけでなくスマホや iPad でも受講できて、7日間の無料体験もあるので、気になる人はこの動画の説明欄からチェックしてみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。